星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。突然ですが皆さん、甘いものはお好きでしょうか？私は大好きでございます。どれぐらい甘いのが好きかっていうとですね、サイゼリアとかドリンクバーあるところに行って、1日にガムシロップ10個ぐらい飲んじゃったことがあります。アイスティー1杯につき3杯ずつぐらい入れて計10個飲んだことがあるぐらい甘党です。あと最近だとね、プリン売ってるじゃないですか。紙でさ、3つぐらい束ねられてるプリン。あれ、1日でなくなっちゃったりしますね。はい、そんぐらい甘いもの大好きなんですよ。で、あんまり間食というか、お菓子は食べないように気をつけてはいて、あんまり外に大学とか会社とか持ってったりもあんまりしてなかったんですけど、帰り道はね、やっぱ気が緩んじゃいますよね。そうなんかね、帰り道によくドリンクとかね、買って飲みながら帰るみたいなのを、今も割と週1ぐらいでやっちゃってまして、はい。今日はですね、私、甘党が、スタバの話をしようかなと思います。そう、皆さんご存知、スターバックスですね。あそこ甘いの大量にありますから。ちょっと前で言うとね、フラペチーノクエストとかやってたじゃないですか。5種類出ててね、1種と3種と5種でなんか特典がありますみたいなやつ。あれやってました。でもそんな勝ちじゃないので3種類で止めました。はい。みたいなね、最近何飲んだかとか、スタバで何が好きかみたいな話をね、ざっくりしていこうかなと思います。基本的に甘いものの話しかしないので、胃もたれしそうな人はね、帰ってくださいね。はい。じゃあまずね、普通に好きなやつの話をしようと思うんですけど、そう、スタバといえば私これだなみたいなのが一応2つぐらいあるんですよ。1個がね、メニューには載ってないんですけど、ホワイトホットチョコレートって呼ばれるものがめちゃめちゃ好きでして、そう、レジで伝えるとそのまんまやってくれるんだよね。で、モバイルオーダーの時とかはなんかカスタムをしなきゃいけないから、私めんどくさくってモバイルオーダーだとあんまり注文しないんですけど、やっぱ甘党といえばこれじゃないと私は思います。ホワイトホットチョコレート、どんな味かというとですね、これ私の個人的な感想なんですけど、練乳をミルキーで溶かした感じ。伝わる？ミルキーってペコちゃんのやつね。そう。ペコちゃんのミルキーをドロドロにして練乳を加えた感じです。めっちゃ甘い。多分ね、私が知ってる中でこれが一番甘いんじゃないかなと思います。そう、なんかもともと、スタバ知ったのが中学生とかで、そっから高校ぐらいがね、結構飲んでたような気がするんだよね。高校大学ぐらい。そうで、その時になんか、甘党におすすめのメニューないかなって言って調べて見つけたのがホワイトホットチョコレートだったんですよね。そう。めっちゃ飲んでた。今でもね、全然好きっすね。そう、たださっきも言ったけどね、カスタムを自分で入力するのがめんどくさいから、最近はあんまり注文してないんですけど、気が向くと今でも頼んだりして、普通に飲めちゃいますね。好きです。はい。じゃあ、そのホワイトホットチョコレートを頼まない今、何が一番好きかっていうとですね、アールグレイブーケ&ティーラテというものがございまして、いや、私の記憶だとね、何年か前は、これ期間限定商品だったような気がするんだよな。そう、なんか春かなんかのね、期間限定のドリンクで、そういうアールグレイと、なんか、ブーケ&ティーパウダーみたいな、そう、ちょっと普通のアールグレイじゃないよみたいなのが出てた気がするんですよ。フラペチーノとティーラテ。そうで、それがなんか気づいたら、普段のね、メニューに組み込まれておりましたみたいな感じだった気がするんだけど、これがね、今ノーマルであるメニューの中で一番好きですね。うん、なんか、なんて言うんだろうね、もったりした甘さ舌に残る感じの甘さが好きだから、そう、これ大好きです。ホワイトホットチョコレート好きな人はね、割と似てるというか近しい感じの甘さなんじゃないかなと思います。最近はね、なんかモバイルオーダーってカスタム、ホワイトホットチョコレートは、そのメニューとして覚えちゃってるからカスタムするの結構めんどくさいなと思ってやめちゃうんですけど、普通の知ってるメニューに対してカスタムするのはなんか最近楽しいなと思い始めて、ホ
ホイップクリームをね、追加したり、追加つか増量めっちゃ増やしたりとか、蜂蜜を多めにしたりとか、パウダーを多めにしたりとか、なんかひたすらそんなことをして、甘さを極めているドリンクになっております。そう、アールグレイブーケ&ティーラテはね、割とおすすめ、なんかお値段的にも530円ぐらい、比較的安い方ではあったはず。そう。で、結構甘めで、クリーミーで飲みやすい感じだと思うんだよな、私は。甘いの苦手な人はね、ちょっと無理かもしれんけど。はい。なので、割と最近のスタンダードはそれですね。で、他で飲んだやつを見てみると、一応2026年の3月ぐらいまで記録というかモバイルオーダーの履歴遡れたんで見て、3月から5月で飲んだもので言うとね、私シュークリームフラペチーノ飲んでたわ。もうだいぶ前なんで記憶が曖昧ではあるんですけどね。美味しかった。うん。私ごめん、何でも美味しいって言うから。甘ければ何でもいいと思ってるから。そう、シュークリームフラペチーノ結構美味しかったな。なんか割とカスタード感強め。上のホイップクリームをね、なんかカスタードホイップクリームみたいな特殊なやつに変わってたはずなんだよな。そうで、なんかこれはちょっと本当に曖昧だけど、割とプリンっぽい味がした気がする。そう。なんて言うんだ、喉の奥でもわってなるやつ。もったりしてるやつ。そう。意外と美味しかったなという記憶があります。でその後で言うとね、抹茶クリームフラペチーノ with チョコレートチッププラスチョコレートソースっていう。これがですね、メニューとしては抹茶クリームフラペチーノなんですよ、確か。そうで、モバイルオーダー限定でたまにね、なんかカスタムをしたチケットが配信されることがあるんですね。こういうメニューあるよ、今回だけ、なんかカスタム無料だよみたいなさ。そう、ちょっとそういう特殊なやつがあって、それを注文したのかな、多分。そう、抹茶クリームフラペチーノね、意外と飲んだことなかったけど、割とさっぱりめで美味しかったな。そう、意外と抹茶の味もしっかりするけど、なんか重たくない、苦くない、飲みにくくないみたいな印象だった気がします。さらっといけちゃったね。はい、で、こっから、例のあれですね、フラペチーノクエストあたりに差し掛かって、そう、結局5種類とプラス2種類ぐらいの構成なんですよね、対象ドリンクが。で私が何飲んだかというとですね、まず1個目がザ・フラペチーノ・オブ・メロン・オブ・メロンっていうのを飲みました。めっちゃメロンだった。雑だね、感想がね。で、2つ目がザ・フラペチーノ・オブ・チャンキークッキーですね。これはね、なんか食感系結構好きなのよ。もともと割とオレオとかの、なんだろう、コラボ商品というか、ああいうザクザクして甘くてみたいなのが好きなタイプだったからね、ちょっとチャンキークッキー気になるなと思ってこれは飲みに行きましたね。で、最後が、ダブルチョコレートフラペチーノ。はい、この3点で挑みました。フラペチーノクエスト。いや、ダブルチョコレートフラペチーノは、期間限定ではないっていうのかな。いわゆるフラペチーノクエストと連動して出てきた商品ではないんですよ。なんかね、幻のドリンクと呼ばれておりまして、なんかその期間限定の商品がなくなった瞬間とか、なんかそういうふっとしたタイミングに出てくることが多いっていう商品らしくて、そう、私もね、あんまり飲んだことなかったから、これ見つけた瞬間頼んじゃったよね。いやでも結局3種類で何が良かったかってもう、チョコレートだよ。結局チョコレートがいっちゃうまいんだからね。はい。ダブルチョコレートフラペチーノを無事優勝いたしました。そう、フラペチーノクエストで言うとね、ほうじ茶もちょっと飲んでみたかったんですけど、もうチョコレートがうますぎて、私の大好きな甘さだったので、もうそこで満足して終わってしまいました。はい。で、そっから最後ね、一番最近飲んだのが、いちごチョコレートフラペチーノっていうやつですね。そう、なんかいちごミルクをスタバが出し始めたんですけど、なぜか私はもうチョコレートに惹かれて、いちごチョコレートフラペチーノに行きました。いや、まあ普通に美味しいですね。いちご感も結構強いし、チョコレートも、まあ、私がいろいろね、チョコチップ増量したり、チョコソース増量したりしたのもあるんですけど、がっつりチョコレートの味もしてめちゃめちゃ美味しかったです。そう、ちょっとこれ面白かったのがね、カスタムいろいろしていく中で、私ホイップクリーム増量って結構好きなんですよ。そうで、このいちごチョコレートフラペチーノも例にもれず、増量をしたんですね。そしたらさ、スタバのフラペチーノのカップあるじゃん。真ん中穴開いてるの。で、モバイルオーダーでね、取りに行ったら、
穴がね、クリームで埋まってた。飛び出てた。なんていうの、そのカップの上の蓋の穴の部分からちょんって角が生えてた。やばいよね。増やすとあんな感じになるんだと思って。で、その上からストロー刺すからさ、もうどう頑張っても外側の蓋にホイップクリームがつくっていう事象に陥りました。でも美味しかったです。はい。という感じで、最近飲んだドリンクなんかをちょっと振り返ってみました。いや、もう一貫して全て甘かったね。いや、スタバは美味しいんすよ。なんだろうな。結構いいお値段はしますよ。ティーラテ系でも520、30ぐらいはするし、最近のフラペチーノなんか全然800台いくもんね。そう。でも、社会人なんで。お金を稼ぐようになると割と気軽に飲めるようになりました。そう、高校生の頃とかはね、割と月1くらいの、なんかちょっとご褒美的な感じにしてたんだけど、最近は週1でご褒美を得ているというね、状況です。いやでも、よくよく考えるとね、そんなに高くないの。いや、700円は普通に高いんだけど、他のドリンクが高いから、スタバだから高いっていう感じが最近はしなくなった気がする。だってさ、そう、いわゆるタピオカドリンクとかあるじゃないですか。で、大学の時はね、お気に入りの、茶バーっていうタピオカ屋さんがあったんで、そこに毎週通ってたりしたんですけど、でもよくよく考えたらタピオカも5、600円くらいするんだよね、最近ね。って考えたらさ、スタバも言うて500円台ぐらい、ティーラテだとね。私の好きなやつは530円ぐらいなんだけど、確かにフラペチーノで700円台いくとちょっと高いかなって気がするけど、私の好きなティーラテと、よく飲んでたタピオカドリンク、あいつらってほぼ値段変わらないんだよな、ということに気づいてしまって。そう。だからね、めちゃめちゃ飲むようになってしまいました。いやー、でも、カロリーやばいよな。最近ね、悪いこと覚えてさ、本当に。しょっちゅうクリーム増量したり、ソース追加したりするからさ、絶対カロリーやばいんだよな。あと、一回一番やばいなと思ったのは、ブレードミルクっていうものが、スタバ存在しまして、なんて言うんでしょうね。普通の、いわゆる牛乳ではなく、ホイップクリーム用っていうの、生クリームと混ぜてるのがブレベミルクって呼ばれるものなんですけど、あいつのカロリー調べてね、びっくりしちゃったね。一回だけカスタムしてめちゃめちゃうまかった。本当に美味しかったんだけど、カロリーが異常なほど上がるからね。もう、やらないだろうなと思いました。そう、健康のためにもね、ほどほどにしとこうね。はい。というわけで、今回は、甘党がスタバのお話をしてみました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさーい。